こんにちは。こんにちは。ここはどこでしょうか。天山さん家の家に来てます。はい、ご自宅っていうか作業場所に来てます。はい、で石田さんのご厚意で、今日は遊びに来ました。紹介していただいたんですね。そうです。紹介していただきました。はい、でこちらは千山さんです。どうぞ。どうぞ。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。千山です。ちょっと一緒に今日は鉢を見せていただきましょう。そうですね。見せていただきたいと思います。お願いします。全体がこんな感じで、はいはい。ここでいつも。そこで絵付けをして、でボディ作るのはここで作ってます。ろくろは最近使わないんだけど、ここでこういう感じで。ボディに関しては何かこだわりというか。いろいろボディ作る人も作り方個性あると思うんだけど、はい、僕はいつもたたらっていうか大きな粘土を平たくして、そこからカッティングして作ってますね。はい。なんか特徴的なので言うと、これいいですか？いいですよ。こういう格子がなんていうんですかこれ。これ透かしです。透かし焼きといってこう2段になってるんですね。奥に。そうですね。これ見てもらうと分かるように中が透けてますでしょ。はいはい。で裏もついてるし表面もだから3層構造になってる。3層構造の2番目をくり抜いてるみたいな。そうですね。真ん中をくり抜いて透かしにしてる。こういうこと他にやってる人いるんですか？前の時代の平安鉱山さん、透かしで有名ですよね。これでも実物の鉢になってるのは、今ここにないと。そうですね。もう収めちゃったからもうないですね。はい、でここにあるものでちょっといろいろ鉢も見せていただきたいんですけども。特にはこれ素焼きで仕上がったものがここに。素焼き。これから絵付けをするんですけど。このたたらで作ったやつ。そうですね。で大きさによってたたらの厚みって違うでしょ。はい。だからここに厚みの違うやつを板を引いて、でこれと同じ厚みでこう粘土を鳴らすというか。で最初に落下を押しておきますけどね。後で書いて。ということですね。わかるこれね。わかります。あと書いたやつはね、これが焼き上がりのものですね。これ呉須の山水ですね。これだからこれ上も下も回る。そう二重になってるから。絵が全部つながってるんですよね。一周。そうですね。回し絵っていうやつです。回し絵という。めちゃくちゃ細かいですけど筆ですよね。そうですね。すごいですよね。焼く前の絵付けが終わっただけでこれは釉薬かけてないものですね。これ東海道53次の53次の焼く前ですね。これがね、これカメラです。これも、動画でこの細かさが伝わるかどうか。めちゃくちゃ細かいですよね。焼き上がるとね、また色もね違うんですよね。色がこうビビットなやつが落ち着くから。後ろも描いた。そうか、53世。線だ。両面53次が2個書かれてるってこと。そうですね。これが
これが保土ヶ谷と戸塚、うんうん、これが保土ヶ谷戸塚。戸塚。だからこういう細かい絵、うん、まあ実際描いてるところもできれば見せていただきたいななんて、はいはい後ほど。石田さん数字は石田先生、どうなの。石田先生、今日アルバイトでね、アルバイ何やってんの。アルバイトだそうです。半分ぐらい俺か。はい、今ここに作業中の鉢がはいありますけども、はい。これは何の絵ですか？これは三国志に出てくる人の曹操っていう人なんでね。そうそう。うんじゃあ横の絵も中国の絵ってことになるんですか？これはどっからね原画も、よくわかんないんだけど、まあ要するに古い時代の中国の、うん船ですね。なるほど。書いていい？書いていいんですか？この辺に。有機小石って書くんですか？でもね、ちょうど書きやすいねそういう筆で書くんですね。字だね。でここにこれものも言っちゃっていいんですか？あ、いいですよ。元絵がこれですね。これをコピーしてそれでも一回やっぱり縦横の違いをこれにうまく合うように自分でちょっと手直しして描きますね。まあこれをここまで仕上げるのにもやっぱりねスケッチブックでね何枚も描き直ししたりするからこれも失敗のもあるからね。いろいろ。ここも書いてるんですね。うん。これじゃダメだとか、ここはこうした方がいいとかあるんですよ。いろいろ。そういうのもあるんだ。これは不動明みたいな。これはそう不動明。これ書いてないけどね。それで実寸のサイズにしてそう。鉢に合わせていくと。ラフスケッチのスケッチブックにはあるけどね、いっぱい。見てもいいですか？いい？あ、これを透かしやる時のちょっとレイアウト。これ、まあ、精密なね作り方してる人もなかなかいないんじゃないですか、鉢屋さんで。一旦まあいいや、あんまり変にねテクニックばらしちゃって全然バラしてもらうのはでも見る人が見ればすぐ分かるよね。まあね。やっぱできるかどうかと思いますそうやからね。り方分かってもここまでねやっぱ精密にはできないですね。まあこの辺が自分流って言えば自分流かな。うわすごい、これも設計図ですね。もうそうそうすごい。山水のこれはもう本当なんつうのかな、山水だけは結構自分流に描けるんでね。53次っていうとどうしても絵柄がもう決まっちゃってるから、ね、誰の53次そうそうそう。捕まえます。やめてよ。入れてないよ。入れられたんよ。入れられたんよ。何大学前もらったでしょ。そんなことない。気をつけてね。危ない危ない。怖い。逮捕だよ。逮捕。ね、今ね千田さんの鉢はすごい価値がオークションとか見てるといや何十万円みたいなやってるんですけど、まぐれだよね。でもまあこんだけしてればってあれですよね。やっぱねいつも買ってますしね。そのぐらいの価値があっていいものだと思いますよ。いやこの細い線をどうやって描いてるのか僕個人的に気になってるというか、上がっちゃうな。上がっちゃう。手が震えちゃうかもね。何かね。何でもピーここに置いたのもちょっと怖い。怖い。これかスピースとか。ああそういうのでもいいか。いい？じゃあまず筆と釉薬からいきますか。はい。同じ筆買います。
逆に同じ筆でね同じ筆でね書けなかったらね悲しいです。一番有名な顔料としてゴスっていうのがあるでしょ。ゴスは粉のやつをこうさらに市販のゴスをこう、さらに細かくするんですよね。でこれで溶いて、これを元の辺にして溶いたやつがこれ。で濃くする場合はここにコバルトっていうやつを入れてさらに濃くする。へー。これが赤絵の顔料。乳がいや、なんかあれじゃないですか、やっぱ下書きなしだからもう書き慣れてるものを書いていただいた方が。いや、何しますかね。筆もやっぱ特徴なんかあるんですか？いや、特にないけど、みんなどんな筆使ってるんだか僕も把握してないんだけど、一応これは面相筆って言って、日本画で描く筆ですね。それの一番細いやつを使ってます。でこの材料はイタチっていうほら、動物いるでしょ。イタチの毛を使ってるんですよ。どこはイタチ？イタチとタヌキと？そういうのはタヌキ。僕はイタチ一本でやってる。イタチ一本。僕いつも使ってるのはイタチですか？タヌキかな。タヌキか。じゃあイタチにします。書きにくいな。低すぎる。船松書くか。松。丘と松。ぼかしてるわけですね。これ影を入れてるんですか？松らしく見せるためだけ。松ってほらつるっとしてないじゃない。普段はもうちょっと丁寧なんだけど。いや今日は全然。この感じですけど固定させて、このぐらいの距離感で描いていくことが。いやもうちょっとね、書きやすい位置に直しますけどね。丸バチの時どうしてるんですか？丸バチ、やっぱりこうなんていうのかな、反ってるやつとのっぺるやつのは違うから、こういろいろ角度変えながら書きやすい位置に持ってってますけどね。なるほど。丸バチもじゃあ固定させて書く。そうですね。そうすればいい。ただ転ばないようにしないとね。そうですよね。書いててさ、ポカーンと向こうに。この間やりました。終わりましたそれで。豆バチだったら持って書いちゃう。持って書くってことは一切しないね、僕はね。僕持って書いてるから。これは何ですか？これは先がゴムになっててお菓子に使うんですよ。消しゴム的な。消しゴムだとねちょっと柔らかいんで、これ硬い硬質のゴムだよね。先端の枝を。見えないもんね、この位置からだと。見えないね。何を書いてるのか見えないぐらいの細かさです。
エバチっていうか鉢作り出したのはどれぐらいでしたっけ？鉢作り始めてそう10年ぐらいかな。10年ぐらい、それまではお勤めになられてた、そうですってことですよね。エバチはどのぐらいですか？エバチになってからどのくらいだろう、56年6年は経ってないか、5年ぐらいか。そんなものなんですね。もともと絵は日本語は少し遊びでやってましたけど、やってて、今は鉢作りになってると、そうですね。こんな感じかな。ありがとうございます。違うのでね、正直あんまり距離があると見えなかった。本当回らないぐらい。ありがとうございます。はい。これを、例えばこのぐらいのサイズになったら、いっぱいやるわけですよね。そうです。一つ作るのにこのぐらいのサイズだと大体どのぐらい下地ができて枠も描いて中だけの状態の時で2日かかりますね。原画をトレースし終わって、いざこの筆で描き始めようとなった時から2日。じゃあ丸2日で一応そこの下絵が終わってる状態だったら描ける。そうですね。下絵終わった状態でね、一面ね。なるほど。まあもちろん絵もつけますし筆書きもしますけど。なるほど。しかもあれですよね、ここの枠の外に釉薬塗ってるバージョンもありますよね。ここが黄色になってるやつ。それはまたそれで釉薬塗って、それはそれで総仕上げ、足にも模様描くし、それはまた別だから。なるほど。で全部だと、もう最初から最後までだと、もう2週間ぐらい、1週間、10日近くかかるかな。だそうです。10日。なんか逆にこうなんか信念的なものとかあったりしますか？信念というか自分の鉢はこういう風に使ってほしいとか、そういう思い的なのってあったりしますか？植えてほしいかな。植えてほしいのか飾ってほしいのか。やっぱり自分でうまく描けたっていう時がやっぱり売る売れないにかかわらず嬉しいですよね。なるほど。やっぱりね、その時の体調というか、こう気分次第でうまく描ける時と描けない時やっぱりありますからね。そうですよね。でうまく描けた時が嬉しい時。嬉しいですね。悪い時にはね、なかなかね直線が描けないんですよ。そうですよね。絵とかだと描ける。いいんですか？焼かないと。焼かないと。そうか、焼いたらあげるか。一度焼いてあげる。すごいな。でも近くで見ると全然。松の葉っぱまで。松の葉っぱまで。遠目で見てると何やってんだろうって感じで。分かんなかった。分かんなかったです。すごいや。ありがとうございます。じゃあ窯も見させてもらえるんですか？映してもいいですか？僕の窯は小さいから、まあ数焼くわけじゃないからね。こんな感じで。綺麗ですね。で大体何個ぐらい？これで1段2段3段4段積みぐらい。4段ぐらいはいける。じゃあ結構12センチぐらいか、53次、あったらここに4つ置いて、4段だから16個は焼けるんだけど、16個描くのに
なんか16かまず書かないなるほど。だから釜焼きのペースとすれば、はい、2ヶ月半とか3ヶ月に一遍。さっきの各ペースからして言うと、そうですよね、そんなになるほどできないですよね。やっぱりあんまり数がね、数作りたいなとは思うんだけど、できないんだよ。小さい鉢とか描かないんですか？描いたこともあるけど、あまり描かないね。あ、そうですか。あまり人物で表情まで出すってことはできないでしょ、ちっちゃいやつで。そうですね。だから全身は描けないですよね。そうそう。石田さんは毎日のように回転でしょ？回転釜が動いてますけどね。じゃあいろいろ見させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。多分、伝わったかな。大丈夫？いやちょっとね、実物の鉢があまりないから、凄さが本当に伝わってるか僕も心配なんですけども、やっぱり時間かかるもんだからね、この短い時間の間に全部伝えきるっていうのはね、できないと思うんで。でもやっぱり在庫がないぐらいやっぱり買い手がいっぱいいるっていうことだと思うんですよ。欲しいですもんなのでまあ多分この動画見て欲しいなって思う方は結構いると思うんですけど、なかなかその出回らないのかな、あとヤフオクとかね、たまにとか出てますけど、まあね、おいそれと出しちゃうとね、まあ何十万ってなってますもんね、今も今ねなってますからなんか言うのかな。はい、じゃあ今日はというわけでちょっと石田さん撮ってますので、はい、じゃあ今日いろいろ見せていただいてありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい、また遊びに来させてください。はい、ありがとうございました。